はい、皆さんこんばんは。本日はですね VFC の HK-MP5SD3 アーリーモデルをご紹介したいと思います。購入のきっかけになりますが、HK 好きな私としてはですね、この MP5 は少し気になってはいたんですが、通常の MP5、A3 とか A2 とかあるかと思うんですけれども、あちらはですねあんまり購入をちょっと考えていなかったんですね。ただこのサプレッサーがついたこの SD シリーズっていうんですかね、こちらを見た時にですね、このなんか特殊部隊的な感じがですね非常に気になったということがありました。ただですね、どのメーカーもMP5 って非常に値段が高いと思うんですよね。なので手を出さなかったというのが今までありました。最近CO2 のMP5SD が発売されたと思います。値段もですね、他の他社のものよりも安くて、私一度試写してきましたが、打ってみるとですね、音の迫力はすごいですね。ただ最初の迫力がですね、少しずつ弱くなっていく、私の感覚ですけれども、最初の迫力がやっぱ続かないという感じがあって、多分マガジンも通膜持たないんじゃないかなという感じです。はい、すいません、確実に試したわけじゃないんですが、そんな感じがして、ちょっと購入は見送りました。その時に、最近VFC がこの SD3 を発売するというような情報を聞いて、チェックしていたんですが、VFC の以前の MP5SD 動画もチェックしたんですけれども、結構実写性能があんまり良さそうじゃないのかなという感じがしていました。ただ今回新しいブローバックシステムというかですね、内部を変えたといったこともあって、でたまたまですね、新品のような中古品が安く売っていて、そちらをですね思わず購入してしまったという形になります。はい、あと手に入れた印象ですけれども、重量は約3キロですけれども、ストックがスライド方式ということもあって、全体的には非常に小さいので、非常に重さは感じます。あとはご紹介しますが、金属パーツが非常に多いので、合成っていうんですかね、それはしっかりしてるなという印象がありました。あと実重もそうらしいですが、意外と黒印類っていうんですかね、それはほとんどないような、イメージを持ちました。それでは各部紹介していきたいと思います。はい、まずサプレッサーになりますが、こちら太くてですね非常に迫力あるものになっています。こちら金属製になっています。こちらですね、ちょっと表面がですね、分かりますかね、この重工側の方が少し滑らかな感じなんですが、それ以降はですね結構ザラザラな表面をしています。はい、こちらフロントサイトは固定式です。でこちらはですねスチールになります。このフロントサイトは多分ここら辺でですね溶接されてるみたいなので取り外しはできないと思います。あとフロントサイトの横にはですね、こちらスイングスイベルがあります。こちらもスチール製ですね。はい、ハンドガードは樹脂製になります。こちら、セレーションというんですかね、非常にギザギザしていて、太さもですね持ちやすいかなというふうに思いました。ただこのようにですね少し動いてしまいます。はい、チャージングハンドルは金属製になります。こちらはこのようにですね固定することも可能になります。また戻すときはですねこのように叩いて戻すことも可能です。はい、マガジンハウスのところにですねキャリバー 9mm×19 という刻印が入っています。はい、マガジンキャッチはですね、こちらの下のレバーと、あとですね、こちらのですねボタンでマガジンを取り外すことが可能になります。マガジンを挿すときはですね、こちらの刻印レバー一度引いてからこのように挿すような形になります。ただこの抜き差しはですねちょっとスムースじゃない感じがします。このコッキングレバー引かずにですねマガジンを挿してですね一回ガスがですね放出されてしまったということが起きました。
はい、アッパーレシーバーはですね、この通りスチールになります。ロアレシーバーは樹脂製ですね。はい、はい、セレクターはこちら左側のみになります。こちらちょっと硬めですね。ただクリック感はあります。こちらコッキングしてなくてもですね、セーフティーには入るモデルです。アーリーモデルということで、この文字がですね SEF のモデルになっています。はい、グリップもですね、こちらアーリーモデルでやはり左右非対称ですね。左側はこの親指をかけるものがあって、はい、右側はこんな形になっています。グリップは細めですが少し前後に長いかなという、私手が小さいんでそういう感じがします。はい、トリガーは少し太めな感じがします。こちらは樹脂製です。トリガープルは少し重めな感じがします。はい、ストックはスライド方式になります。このレバーをですね手前側に押すとこのようにスライドが伸びます。このスライドはですね少し抵抗感があるかなという感じがしました。はい、こちらのバットプレートは樹脂製になります。はい、アッパーレシーバー後方にですねこちらにスイングスイベルがあります。こちらもスチールになります。私はですねここをちょっとパラコードをつけてるような形にしています。はい、右側はこの通りになっています。このセレクターはですね右側でもですねポジションは確認することができます。はい、エジェクションポートはこちらになります。こちらコッキングレバーを引くとこのように開きます。はい、マガジンはこちらになります。こちら 9mm 仕様のですね細いマガジンになります。装弾数はですね30発。こちらもスチールでできています。はい、それでは通常分解してみたいと思います。マガジンは抜いておきます。でこちらのですねここのピンをですね奥側から手前に押して、はい、このように抜きます。そうするとですねこちらの後ろ側がこのように取れます。はい、そうするとですねこのドアレシーバーが開きます。とボルトと、はい、こちらがボルトとあとリコイルスプリングになります。こちらですね、今回これが変わったのかもしれませんがリコイルスプリングとですねこのボルトはですね一体型みたいですね。ちょっと私も簡単にしか見てないですが分解はちょっと難しそうな感じがします。あとですねサービスパックでノズルスプリングが日本仕様のものが入っています。私今のところですね変えずに使っています。はい、カスタムした点になりますけれども、まずマウントベースを装着しました。このマウントベースの下にですね HK-MP5SD っていう刻印が入ってます。ただこれマウントベースつけてしまうと見えなくなっちゃうという風になります。あと初めはですね私こちらの丸い製のですねものを購入して取り付けたんですね。丸い製のはですねポン付けできます。ただこの部分がですねレールになっていないので、取り付けるものが限られてしまうというのが分かりました。なのでちょっともったいないですがノーベルアームズのですねマウントを購入して、今回取り付けました。ただ個体差かもしれないんですけどこの幅がですね合わないでですねその幅を少し広げるためにですねリューターでちょっと削ったりしてはめる形になりました。なのでちょっとここら辺傷がついてるのはそのリューターのせいです。もしかしたらそのまま上からハンマーと叩けばですね入ったのかもしれないですけれど
本体が確実に傷がつくのかなと思ってやりました。はい、その上にですねオープンタイプのですねドットサイトを載せています。あとですねこの上にですねさらにサイドマウントみたいな形のものを取り付けて、フラッシュライトをつけてる形にしています。本当はですねサブレッサーに取り付けるフラッシュライトマウントっていうのがあってですね、こちらにライトをつける形をやりたかったんですが、このフラッシュライトマウントがですね市場にないんですね。本当はあるのかもしれないですけど、私が見つけられなかったので、とりあえず今回はこの形でいっています。ゆくゆくはですね、そちらの形に変えたいなというふうに思っています。はい、あと故障というかですね調子が悪い点がありまして、このマガジンキャッチなんですけれども、これマガジンをですねこのように刺すとですね、今こうやって戻りましたが、これがですね戻らないことが結構あるんですね。普通抜いたらですねまたこれもこっち側に戻るはずなんですけれど、ここがですねなんかうまく戻らないと。で一回なんかスプリングかなんか飛んだのかなと思って探したんですけれど見つからないで、一回ここも分解しましたが、ちょっと原因はまだ特定できていません。ただ手で戻せばですね実車には問題ありません。はい、全体の感想になりますが、コンパクトなサブマシンガンですがリコイルは結構あると思います。また撃つたびにですね呼吸レバーが少し動くんですね。なのでこちらの金属音が非常に楽しめるかなと思いました。あとマガジンもですね寒さには強い方だと私は思いました。温めればですね初速も90台は出ます。命中精度もですねそんなに悪くない方じゃないかなというふうに感じました。問題点はリコイルスプリングなどのですね、先ほど分解ができないとご紹介しましたが、こういったところかなというふうにちょっと思っています。あとバレルの交換の方法もですねまだ分かってなくて、今後ですねいろいろ調べてみたいなというふうに思いました。あと先ほど重量3キロでちょっと重いというふうに感じましたが、前後バランスもいい方だと思って、構えると重さはそんなに感じません。あと実車性能にですね不安を感じていましたが、実車してみるといい意味で裏切られてですね、打っていてとても楽しいなというふうに感じました。はい、この程よいリコイルの実車性能とですねスチールパーツ結構てんこ盛りのですね、しっかりした合成と、あまり国有は少ないですが、正式ライセンスを取得している、見た目の充実したこの MP5SD3、値段がちょっと高めなのが残念ですが、MP5 好きの人にはですね一度手にしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは実写シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。